来週どこ行く？クレセリア対ダークライ2週間目。じゃあスパルと申します。あっという間にイベント1週目も終わり間際となりました。クレセリア対ダークライ。ダークライの寝顔が1種類だけ追加されたようで、ようやく黒幕のお出ましとなりそうな雰囲気が醸し出されてまいりましたね。そんなイベント2週目、どこのフィールドに行こうか、無課金パルの個人的な注目ポイントについてお話ししていきたいと思います。ちょっとね、投稿時間が日曜日の夜遅い時間になっているかなと思います。簡素な編集となっているかと思うんですけれども、ご容赦いただければなと思います。字幕は YouTube 側の設定をお使いいただけますと幸いです。そんなわけで、できたらグッドスリープデーを活かしたいイベント2週目考えていきたいと思います。それでは参ります。ということで、イベント2週目、パルが注目しているのは土日に開催となるグッドスリープデーですね。今回は同日開催となるので、眠気パワー 1.5 倍と2倍が使えます。ここにクレセリアの 1.2 倍が乗るのかどうかちょっと謎なんですけれども、クレセリアの星3寝顔は2億9000万眠気パワーくらいあればお香で出現する可能性があるので、だいたい145万エナジーくらいいければ星3寝顔チャンスとなりますね。エナジーと徳を積んで挑んでみてください。で、私が狙いたいのはそっちではなくてですね、未発見の寝顔が見つけやすくなる効果の方なんですよね。ランクがバキバキに上がっている状態で迎えられるグッドスリープデーって意外とないなぁという風に思うんですよね。普段だとね、週末までがっつりエナジーを稼ぎ続けようとすることもそうはないので、このタイミングで普段じゃなかなか見られない寝顔をハントしに行きたいんですよね。例えばゴールド級発電所ではマスター13、315万エナジーくらいからボスゴドラの星3寝顔が、マスター14、345万エナジーくらいからクワガノンの星3寝顔が解禁されます。そこまでエナジーを盛ることができれば最終抽選枠でもリサーチできるかとは思うんですけれども、パルは睡眠タイプを狙う遊び方をしていないので、そこまでエナジーを盛ったとしても見られるとは限らないんですよね。あとはシンプルにこういったデカブツたちのお腹の上寝、これらをねめちゃくちゃ見たいんですよね。お腹の上寝はね最終抽選枠で見るのもなかなか難しかったりしますしね。で、今回はイベントの闇鍋仕様とグッドスリープデーの未発見寝顔が見つけやすくなる効果、そして大きいカビゴンがいます。水訓イベントの時はだいたい12万エナジーくらい稼いだ状態でのスタートとなっておりましたので、普段よりもエナジー的には一歩ね押してもらっている状態から始めることができます。そしてエスパータイプのスキルレベル上昇とスキル確率 1.5 倍。サーナイトが普段の 1.5 倍働いてくれるだけでもうめちゃくちゃ助かります。これらのボーナスを総動員して普段見づらい寝顔を見に行きたいなって思っちゃってるんですよね。例えばトープはバンギラスの星3寝顔マスター16、約197万エナジー。ウノハナのマニューラアローラ球根の星3寝顔はマスター12、198万エナジーほど。パーモットの星3であれば244万エナジーぐらいから。ラピスラズリコハンは海竜の星3寝顔マスター16、319万エナジーほどから。ゴールドは先ほどのクワガノンの星3寝顔が345万エナジーくらいで、最後の寝顔ということになっております。これらをねぜひ見つけられたらなと思っちゃうんですよね。良くも悪くもクレセリアのお香を一緒に使う場合は他に伝説のポケモンは抽選されませんので、これらのパワーのある寝顔たちもかなり見つけやすいんじゃないかなと思っております。最終的にはねとなってしまいますし、もちろんクレセリアの羽毛稼ぎだったりクレセリアの厳選がメインではあるかなと思うんですけれども、ちょっとねそういった要素も念頭に置いて来週のフィールド選びしてみてもいいんじゃないかなと思ってこんなお話をさせていただきました。そんなわけでね、イベント2週目、最後にざっくり何があるのかまとめて終わりたいと思います。まずは例によって木の実&料理ガチャがあります。エスパータイプ以外の木の実2種類はランダムとなりますし、もちろん料理もランダムとなっております。で、4月のスリープポイント交換所、フィールド移動チケットが復活しておりますのでね、こちらぜひ1枚お使いいただけたらなと思います。そしてカビゴンが大きい状態からスタートします。一応水訓イベントの時は12万エナジーくらいからのスタートとなっておりました。これもね有効に活用させてもらいましょう。またイベント2週目のミッションが追加されます。で、1週目のミッションまだクリアしてないものがあるよって方はね、2週目でも問題なくクリアできるので、そこはご安心ください。そしてエスパータイプの強化、
スキルレベルプラス1だったのがプラス3になります。いわゆるお通しクレセリアでもそれなりにはね、力貸してくれるんじゃないかなと思いますね。また、イベント交換所。お安いお香とサブレが少量追加されます。前回にあたる水訓イベントの時は、70縦紙、今回でいう70羽毛のお香が2つ、50羽毛のサブレが2つ追加されておりました。また一応、クレセリアスパートパックも発売されます。羽毛がどうしても足りない時はつまんでみるのもいいかもしれませんね。他には、イベント眠気パワーのランク9以降が解禁となります。ダークライと思われる寝顔が1種類だけ追加されたようなので、もしかするとね、どこかのタイミングで全員確定で姿を現してくれるとかになったらいいんですけれども、ね、どうなんでしょうか。現れなかったらね、あまりにも悪夢なので、その時はみんなで大暴れしたいなと思います。そしてイベントラストの同日グッドスリープデーがあります。眠気パワーの増加と未発見寝顔を見つけやすくなる効果、これらが活かされた素敵なリサーチになることを強く祈っております。大体そんなクレセリア対ダークライイベント2週目となっております。皆さんはどこのフィールドで何を狙ってプレイされますでしょうか。ぜひね、1週目を振り返りつつコメントで教えていただけますと幸いです。そんな来週どこ行くクレセリア対ダークライ2週間目でした。後半はイベント1週目のクレセリアの羽毛状況を振り返りつつ、パルの来週どこ行くをお話ししていきたいと思うんですけれども、その前にクレセリアイベントのリサーチ、もうめちゃくちゃ上振れた日のリサーチをお届けしたいなと思います。みんなもまだまだ上振れることを祈っております。どうぞ。じゃあ、ということで、アソレポやっていきたいと思います。619日目、クレセリア対ダークライイベント3回目のリサーチで合ってる？もう1回2回しかやっていないのに、もう本日が3回目なのかどうかあやふやすぎるというね、うとうとタイプとなりました。1% 多かったらしいです。すやすや出るんじゃないって一瞬思ったんだけど、うとうとということでやっていきたいと思います。で、今日は、メインアカウントだけクレセリアのお香置いたんだっけなもうわかんなくなっちゃった。2アカウントやってるとね、クレセリアの星2寝顔のラインまで乗って、昨日はクレセリアのお香置かなかったのよ。星2ラインに乗ってなかったから。なんだけど今日は乗ったので置きました。はい。サブアカも置いたんだっけなもうね、記憶を失い続けましたけれども、見ていきたいと思います。本日の眠気パワー1億7514万3100で、星2寝顔1つ、星3寝顔2つ、お腹の上に1つ、クレセリアのお香1つ、幸運のお香じゃないと、仲良しのお香1つ、置いております。参りましょう、リサーチへ。サバーかね、そういえばクレセリアのお香置いてなかったと思うわ。ちょっと星3ラインを狙いたいなと思って、お腹の上にリオルクレセリアが浮き切っていて、これは星2寝顔。ハッピーハッピーちょっと待って、右側なんか、可愛すぎる大きい声出た。メガニウムを見て可愛すぎる大きい声が出ました。さあ、クレセリアの星に願うこっくり冬ね、無事にリサーチした隣のムシャーナの目が怖かったね。可愛すぎたね。こっくり冬ね。クレセリアのこっくり冬ね。ちょっとこっくり冬ねを今横にいっぱい並べてみたいね。こっくり冬ね界の中でも特にこっくり冬ねしてる。そんな気がします、クレセリア。三日月の化身と呼ばれているクレセリア。ごく稀に光に包まれて祈りを捧げながら眠っていることがあるよ。どういうことなの？光に包まれて祈りを捧げながら眠っているって、もうその光はどこから来たの？その仕草を見た研究者は不思議と力が湧いたという噂もあるんだということでね。でも、三日月の祈りなんだよね。満月の祈りではないというね。そんなね、クレセリアちゃんであります。お隣、冬スリスリねのムシャーナ。かわいい。かわいいね。お目目パッチリでね、ムシャーナ。そして、星3ねがおそらく最終抽選枠だったのかな。メガニウム、花が咲いたね、来ててくれてまして、ヨチネのエーフィーも来てて、スパータイプが嬉しいぜと言ったところだね。メガニウム、かわいすぎるだろう。かわいすぎるだろう。はい。オスのメガニウムちゃんだね。触覚長めとなっております。かわいすぎるね。このさ、暗いフィールドに咲いた一輪の花、一輪ではない。良すぎないこれ。良すぎました。で、もう一体の星さんネガは、ニャオハちゃんだったよ、ということだね。じゃあやっぱメガニウムが最終抽選枠だったのかな。メガニウムと不思議花の星さんネガって、両方最終抽選枠ちょっとわかんないね。眠気パワー商品同じでも何ら問題ない、変じゃないかなと思うんだけど、どっちかがね、最終抽選枠で固定になると思ってたんだけど、意外とあれかな。眠気パワーしっかり使えてるってことなのかな。わかんない。
周り見ていきたいと思います。わからないままに周りを見ていこう。冬がスリスリしてて、もう1スリスリからの石に変身、メタモンちゃん。ウトウトタイプがいるからもう1体。で、お腹の上でのリオルちゃんにそういえばね、触れ忘れちゃったんだけど、これウトウトいるね。ウトウトいるからもうウトウトはいないかもしれません。ビャン。あ、そうなんす。あ、光るかなあ、光らないね。オッケーオッケー。そんな感じでありました。今日もエスパーいっぱい入れてきてくれたぜ。4体来てくれたぜ。すやすやじゃなかったにもかかわらず。これはめちゃくちゃ嬉しいね。4体っていうのはクレセリアを除いてという意味だね。オッケー。じゃあまとめてリサーチしておやつタイム入っていきましょう。かわいい。ムシャーナにもかわいい。ムシャーナめっちゃ可愛くない？俺すごい好きなんだけど、ムシャーナのこの怖すぎる顔。うわ、そうなんす。いいシーンだね。そうなんすってやってるシーンだね、これね。もう羽毛をたくさん持ってきてくれてありがとうすぎます。羽毛でけえ。羽毛でけえ。ありがとう。ということで全てのポケモンのリサーチ完了です。いや、もうクレセリアの星に見られるだけでさ、ハッピーすぎるな、朝から。さあ、チャンスが1体確定しています。上に行ってくれ。うわー、やったぜ。やったぜ。楽しすぎる。おい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 、朝からテンションいかれちまうぜ。クレセリアサブレを忘れないうちに投げていきたいと思います。ありがとう。ありがとう、クレセリア。超成功したっていい。もう、したっていい。おい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 。おい、ドーパミン、アドレナリン、エンドルフィン、その類がとんでもないことになっちまうって、クレセリア。ありがとう。お迎えしました、クレセリア。明日から一緒に寝られるらしい。嬉しいね。やったぜ。やりました。語彙力はないです。もう、オッケー。じゃあ、ボーナスサブレがね、行幸の超成功によりボーナスサブレが余るといったところとなりまして、ムシャーナちゃんはやっぱ下からね、ムンナから育てたいなと、夢のかけらゲット S もね、パワーアップさせたいので、マジでもう、マジでおい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 。おい、もう普通の日常に戻ってこれなくなっちゃうって、こんな刺激を受けたら、まあそんなことはないんですけれども。刺激が強すぎるよ。ありがとうリサーチ。感謝リサーチだ。徳を詰めていたのかもしれない、私は。オッケー。ということで、じゃあボーナスサブレがありまして、ニャオハちゃんかメタモンちゃんに行くのが筋なんじゃねえかと。今のところ考えてるわけなんですけれども、気持ち的にはメタモンに行きたすぎるんだけど、ニャオハ行こうかな。バリアードを育てちゃったんですよ。で、メインアカウントメタモンがすでにいるのにバリアードを育てちゃったんですよね。ということで、料理パワーアップ S の子がたくさん並んでいたら、それは強いんじゃなかろうかと。いうことで、ちょっとネオハと仲良くなっておきましょう。が、ポケサブレは、別に今温存しなくてもそんなに良さそうな気がしないでもないんだけど。で、今日たまたま、一発超成功を引くという、チャンスがついて一発超成功を引くというね、たまたま、本当にとんでもないね、もう脳汁出まくり展開だったわけなんですけれども、明日以降ね、もう信じられない量のポケサブレを投げなければいけない可能性も大いにあるよといったところで、こんな感じでおやつタイム終了していきたいなと思います。いや、本当にね、もういかに、ポケモンスリープっていかにこの上振れをつかめるかみたいな。ところあるもんね。ということで、羽毛116個でかすぎない？花が咲いたね。かわいすぎない？ねえ、そんなリサーチとなりました。ムシャーナよりニャオハの星さんの方が、ね、眠気パワーの消費多いんだね。オッケー、そんな感じで最終抽選枠だったっぽいのはメガニウム、花が咲いたねだったよというところだね。そうでもないのかな、実は。花が咲いたねが先に選ばれてて、なんやかんやあって、ニャオハちゃんが星3ネガを最終抽選枠だった。という可能性もありそうな気がするね。なんとなく不思議花の方が選ばれてるような気がするから、多分 ID が眠気パワーの消費が一緒なら ID が若い方とか多分ね、ルールがあるんだよね。忘れちゃったんだけど。そんな感じで、スパータイプの子たちもたくさん来てくれまして、ムンナの飴もがっつりゲットとなりました。クレセリアね、ちょっと育てたくなってきているので、もしかしたらどっかでムンナを探すタイミングもあるのかもしれねえなってことで、リサーチ EXP 夢のかけらが美味しすぎて美味しすぎました。ありがとうございます。ということでお迎えしました、クレセリア。1体目でね、いわゆるお通し個体でありますので、サブスキルはもう分かりきってるわけなんだけど、レベルと食事代は、あれです。分かりませんので、レベルは25となりまして、昨日ね、サブアカで捕まえた子はレベル29だったんだけれども、レベルはおそらく24から29。で、5レベ
幅があるというね、感じになってるのかなと思います。かなりでかいよね。本当に育てづらいから、この5レベルの差ってめちゃくちゃでかいので、もうちょっとなんとかなりませんか、運営さん。ね、という気持ちではあります。ということで、でも SP が高いね。レベルが25になってね、スキルレベルアップ S が解放されていると、ね、SP これだけしっかり高くなりますよといった食材なんでしょうか。せーの、ほい、ABA タイプとなっております。一応 B、カカオの方がエナジー的にはがっつりだね。まあ AA だとね、やっぱ生姜をたくさん集められるので、そこは一個強いなといったところではあります。サブスキルはもちろんご存知、せーの、ほいということでいつものやつとなっております。そんなクレセリアちゃんでした。ありがとう。マジ助かるわ。本当に助かる。クレセリアサブレがどれだけ節約できるか、もう一個ね、勝負みたいなところありますので、本当に助かりました。ありがとう。一緒に寝てこうね。睡眠 XP ボーナスがありがてんだ、マジで。そしてもう一体、良好の調整コーデを迎えていきました。ムシャーな身長でスキルが上がってる。強いよ。しかもレベル高い。で、多分ね、石進化のフレンドポイント20の子ってキューコンがかつて私レベル30でゲットしたことあるから、石進化の子はなんかねちょっとレベル高い気がする。25から30までなのかななんじゃないかなって気がする。ちょっとわかんないけどね。そんな感じでステータスドン SP 高いよ。1565高いよ SP。さあ、サブスキルは2つ解放しています。木の実 S は持ってないね。残念ながら。食材なんでしょうか。せーの。ほい。ABC タイプとなりました。いろいろ持ってきてくれます。多分お手伝いスピードはこれそのままだと思う。最大所持数はめちゃくちゃ上がってる。L だね。L がある。これ強い。さあさあさあということでスキルレベルが上がってたりぴゃん。うわ、するんだよ。すんよ。これ木の実 S、もしレベル50木の実 S とかだったらガチ育成案件の可能性突然にて出てくるな。サブスキルせーの。ほっ、スキルレベルアップです。それはそれでといったところだね。これそれはそれでといったところすぎるね。クレセリアの厳選がなんやかんやうまくいききってどうのこうのしたら、もしかしたらお呼びがかかるんでしょうか。ちょっとわかんないけど、ムシャーナちゃんです。煙がでかくて可愛いぜ。まだね、ムシャーナの星3ネガをメインアカウント、サブアカウント、どちらとも見られていないので、それもね、今週来週で見られたらなというところであります。ということで、いきなりはちゃめちゃな幕開けとなりました。3日目のリサーチ。サブアカにも期待していきたいと思います。いや、もう楽しいぜ。サブアカも楽しんでいきたいと思います。バトンタッチの前にあれだ、眠気パワーなんやかんや見ていきましょう。あ、そうだね、クレセリアがどうのこうののやつも一旦挟まるね。ルナーン。まあ、一応見ていきましょうかね、こちらもね。はいどうも、ネロリ博士。ね、昨日1ページ目飛ばしてしまったわけなんですけれども、どうやらクレセリアは悪夢を打ち払うために君に力を貸してくれるみたいだよって、なんでそれを言ってるのがわかるんだろうね、ネロリ博士はね。で、さっきね、なんか資料を見ながら一緒に寝ると眠気パワーがって言ってたけど、何の資料を見ていたんですか？対ダークライに関するこの研究資料が意外と集まってるのかもしれないね、ネロリ博士はね。でも夢とかさ、やっぱそういうことをたくさん研究してる人だから、ネロリ博士はさ、やっぱある程度知見がありそうな感じするよね。ね、何かしらのね、そういう悪夢だとかクレセリアだとかそういったものに対する知見がすでに備わっているのかなという一面も見えるサブアカバトンタッチしていきたいと思います。じゃあ、ということで、サブアカのリサーチもやっていきたいと思います。朝一ね、負けん気コーヒーサラダを作るために、ちょっと鍋拡張をお願いしている2体となっております。マスカーニャのさ、色違いのさ、この色と、この島の暗さ、合うね。どんな喋り方やっていきたいと思います。よろしくお願いします。どんな喋り方だったんだろうね、今ね。さあ、604日目のリサーチとなっております。クレセリアの子はね、ちょっと置かないという英断をしてみました。星3ネガオラインに、なんかクレセリア込みで乗れたら、なんかそういうタイミングで使いたいなーって欲張ったんだけど、明日乗れるかって言われるとね、乗れなそう。多分乗れないんだよな。今日料理大成功が3回とか。全部じゃんそれね。出てくれない限りは厳しそうかななんて思います。さあ iPad より軽いはずのスマートフォンの方があれだったね。すやすやだったね。うとうとになるかなと思ったんだけれども、そんなことはなくクレセリアの自力の出現にも期待していきたいんだけど、眠気パワーが 1.2 倍されてて
悪くない感じになってる。でもね、こっからあと60万眠気パワー足さなきゃいけないのよ。さすがにちょっときついと思う。料理大成功2発。2発あればワンチャンある。ねえ、そんな感じなんですけれども、やっていきたいと思います。2億2321万5248。眠気パワーボーナス 1.2 倍かかっております。ねえ、星2ネガを2つ、星3ネガを2つ、お腹の上ね1つ、すやすやタイプとなっていますので、ねえ、クレセリアの自力出現にももちろんお願いしたいところでありますけれども、果たしてといったところよろしくお願いします。リサーチへ参りましょう。さすがにね、最終抽選枠で選ばれてるというわけでもないから、もうガチ自力で弾けるかどうかサーナイトゲーミングありがとうございます。サーナイトのお腹の上根から始まっていきながら、ムンナの子を使っていきながらです。よろしくお願いします。まずはお腹の上根。めちゃくちゃいい出だしとなっているんだけど、この子がもう最終抽選枠である可能性、大いにあり得るよね。羽毛15個ハッピーすぎまして、ひっくり返りきっていたのはウツボットとなっております。星3ネガオはもう一体来てるんだけど、ウツボットちゃん嬉しいぜ。ありがとう。さあ、そして冬コロコロネのムンナちゃんも来ていて、下にムンナも来ていました。といったところですね。星3ネガオがもう一ついて、クレセリアは踊りながら寝ていたのはキルリアちゃん。ということでやっぱり最終抽選枠はサーナイトだったのかもしれないね。お腹の上でバーチッと来てくれたということだったのかもしれません。さあ、そんな感じで左側こんな感じ。これ右側にクレセリアがいるのはちょっと想像できないんだけれども、期待だけはしていくかも。でもちょっともうこの眠気パワー消費具合、リサーチ XP 夢のかけら具合だとクレセリアはいなさそうな気がするね。さあ、ムンナ3体目となっていきまして、お香の子もどっかに今突っ伏してるのは、びっくりした。一瞬突っ伏しねはさ、クレセリアも星1突っ伏しねだからさ、クレセ来てくれたんかと思ったけど、ラルトスってましたね。でもサブアカはラルトス探してるから嬉しいぜ。そしてサーランスとサーナのが横に寝ていて可愛いね。すやすや。エスパータイプ多すぎ。ありがとう。なにこれ、幸せリサーチすぎない？ということで本日はあれだね、ほとんど、お腹の上のサーナイトと星3ネガオのウツボットで眠気パワーを消費したよというね、そんなリサーチだったということでありますね。どうなんだろうね。一応エスパータイプは本当にめちゃめちゃ引いてるけど、エスパータイプのそのちびっ子たちの眠気パワーっていうか羽毛はそんなに激うまというわけではないから、やっぱお腹の上ね1体とかでめちゃくちゃ眠気パワーを消費しちゃうと、そこまでいい感じにはならないかもしれないよっていう、そういうあれなのかもしれないけど、まあ今日でいい感じじゃないなんていうことはね、口が裂けても言えない。いい感じすぎる。残念ながらね、ムンナの子は星3を引けたわけではなかったんですけれども、もうお腹の上でサーナイトはバチバチでしょうといったところになっておりまして、今日は幸運のじゃあ仲良しのお香など何も使っておりませんでしたけれども、サーランスにチャンスがついていきました。なんかこの間もつかなかったっけ、チャンス。ソーナンスとウソッキーがすごい誘惑してきます。困ります。サブレ上げたくなっちゃうからね。できればそうなので、そうなのにしていただけるといったところではあるんですけれども、ね、ちょっこりだけ仲良くなっておきましたラルトスちゃんを迎えさせていただきましょう。ポケサブレがやばい。ポケサブレやばいんだけど、イベント効果大成功ありがとうね、ラルトス。今日ちょっと大成功運がやばいことになってるわ。ね、ちょっとイベント交換上スーパーサブレに変換できるクレセリアサブレじゃなくて、普通にポケサブレ置いてくんないか。ポケサブレ置いてくんないかなだね。ちょっとマジでさ、クレセリア育てたくなってるから、ムンナも育てたいんだけど、メインスキルの種が足りなすぎるから、一旦考えないことにするか。ゴールドでも出てくるからね、横移動してるムンナ可愛すぎる。移動してるムンナが可愛すぎると私の中で話題に。可愛すぎる。ありがとう。模様も可愛いね。オッケー。じゃあおやつタイム終了していきたいと思います。ごめんな。そうなんです。海外だとね、チャンスはハングリーと表示されていると何かで見たことがあるんですけれども、ハングリーな子をさ、そのままほったらかすの罪が重すぎない？オッケー。ということで、今日はムンナにしておこうかな。ムンナね、育てるんだったらやっぱ飴がたくさん欲しいのだろうなと思わないでもないので、こんな感じでやっていきたいなと思います。羽毛84個絶対いいよね。さっきのリサーチさ、クレセリア43個があって116個だったんだけど、もうめちゃくちゃ良かったんじゃない？リサーチやっぱ 1.2 倍のパワーがしっかりと出てくれたのかなというね気がする。そんなリサーチと
なったかなと思います。リサーチ XP 夢のかけらもクレセリアなしでこんだけをバチバチよね。サンキューリサーチです。ということでお迎えしたのはラルトスとなりました。嬉しいぜ、ラルトス。サブアカずっとあなたを待ってたメスのラルトスちゃん、おっとりとした子であります。元気ダウンは元気オールで一応カバーできると言えなくもないステータス。ドン !SP が459で木の実が2個なんだ。そっちなんだね。サブスキルなんでしょうか、せーの。ほい、食材だったね。ABC タイプとなりました。C ネギは嬉しい限り、スキルレベルは絶対上がってない木の実 S が確定しています。サブスキルせーの。ほいということで、スキル確率アップなどはちょっと残念ながら持てなかったよというね、木の実 S 最大処理スアップ S 食材確率アップ S おっとり。これは食材ポケモンで来てくれーのやつだったね。そんなラルトスちゃんでありました。ありがとう、ラルトス。いやね、ラルトスの飴もいよいよ2000個になろうかと。今のリサーチでもしかして2000個乗った？そんなことないかなね。それぐらいの感じとなっておりますので、もう飴だけでレベル60もほぼ。ほぼでありますね。なので、どうですか皆さん的には。なのでね、今後ラルトスの飴は送んなくてもいいかななんて思わないでもないんだけれども、ぜひね、私まだまだラルトスの飴欲しいですという方は、メンバーさんね、ぜひ、などなどコメントいただけたらなと。思います。よろしくお願いします。そんなサブアカのリサーチでした。残念ながらね、クレセリア自力で引くことは叶わなかったんだけど、なんか似たような雰囲気、ね、これ弾けててもおかしくなかったリサーチだったなというところなのでね、明日以降どうしようかな、お香を何個置くか。一応10個お香を置くつもりだから、ちょっと計算するか。明後日からでもいいのかな。ねえ、ちょっとね、考えて明日以降やっていきたいなと思います。両アカウントクレセリアゲットできましたので、眠気パワー 1.2 倍の効果堪能させていただこうと思います。また明日の前にあれだ、もう毎回忘れちゃう。眠気パワーがギューンなるやつ見ていこうね。でもやっぱ、ここでさっき私、17000ぐらい、1億7000万ぐらいか、眠気パワー持ってたわけだけど、プラス5000万眠気パワー、桁がでかすぎてわけわかんなくなってるけど、ね、漏れてるのはでかいのかもしんないよね。ね、ということで仲良しの子を頂戴いたしました。また明日。さあ、ということで戻ってまいりまして。いや、この日は間違いなく上振れたね。本当にさ、こういう瞬間を待ち望んでいたというか、なんかこうね、無理やりにでも、なんかこれ、取れ高出ろみたいな感じでさ、お香をたくさん使ったりとか、ポケサブレを満腹まで投げてみたりとか、そんなね、立ち回りをしているので、この日は確実にできすぎなんだけど、こういったことが起こってくれて、感無量だね。イベント2週目もね、無理やり起こしたいなと思いますね。こういった上振れをね。次はね、本当にみんなのところに、色違いクレセリアとか来てくれることを願っております。もちろんね、私のところにも来ていただきたいなと思います。2週目も徳を積んで臨みましょう。ということでね、後半はパルの来週どこ行くをやっていきたいと思うんですけれども、まずね、今週の羽毛の状況からお話ししていこうかなと思います。今日がね、4月6日日曜日なんですけれども、今朝のリサーチ終了時点、リサーチを6回やった時点で、これまでに獲得している羽毛、だいたい1000個ちょっとになってますね。羽毛って1000個でいいのかな ?1000 羽ね。とりあえず個でいいですかね。で、今回ね、パルはラピスラズリ湖畔に2アカウントとも来ておりまして、今ランクがマスター15、16なれるかなくらいで、1日40万エナジーずつくらい、だいたい稼いでいたっぽいです。ざっくりと。おそらく明日のリサーチ、7回目のリサーチでも羽毛100個は稼げるだろうから、1週間目終了時点で、ざっくり1150個ぐらいとかになるのかなと思われます。で、2週間目はね、大きいカビゴンから始まるし、最初からクレセリアの眠気パワー 1.2 倍の力も借りられそうだなと思うので、1周目より稼げる可能性っていうのは大いにあるかなと思うんですけれども、とりあえず同じだけ稼げたとして、トータル2300たてがみくらいいけるんじゃないかなと思っていて、たてがみじゃないや、羽毛ね。羽毛。クレセリアの羽毛。2300羽毛ぐらいいくかなと思っていて、で、ラピスに行くならこれぐらいは稼げるだろうなというところ。で、お香全部とメインスキルの種を交換すると、ざっくり1800羽毛ぐらい使うから、残りでサブレ買うとして、お安いサブレを4つ買うと220羽毛とか。それで、ここまででだいたい2000羽毛ぐらい使うから、
あとは高いサブレを1個買って残り月の石とかでフィニッシュするぐらいの雰囲気でちょっと考えとこうかなみたいなところですね、今のところね。まあラピスいかなくてもね、最悪サブレか月の石を諦めれば大体同じ感じでまあ立ち回れるんじゃないかなというところで、お香全部はねしっかり交換できそうなので何にも問題ないかなと今のところ思っております。まあ、なのでね、こっからクレセリアサブレは3、4枚使えるかなというところなので、上振れてくれたら2体、あと2体ゲットできてもおかしくないかなと思うんだけど、まあ、かなり怪しい部類ではありそうだね。せっかくね、2アカウントあるから片方は自力クレセリアを狙う立ち回りしてもいいなと思うんだけど、ちょっとこれ悩んでるので、さらにね、考えておきたいなと思います。で、来週よ。何の寝顔を狙うか。なんだよね。このイベントが終わった後って、私しばらくの間、ゴールド急発電所にこもろうかなと思ってるので、実はね、ゴールド以外に行きたいなという気持ちはあるんだよね。ただ、寝顔的にはゴールドのデカブツたちのお腹の上根とかめちゃくちゃ埋めたいんだよな。でもどうしよう。それはもう未来の自分に期待する。なんかね、もしかしたらさ、こっから今度はダークライと力を合わせてディアルガ対パルキア対ダークライイベントを開催しますとかなるかもしんないじゃん。もう全然わかんないんだけど、想像はね全くついてないんだけど、悪タイプウィークが来ますとか言われたらさすがに宇野花雪原行きそうじゃない？ニューラ探しとかしに。ねえ、だからね、もうちょっとね、読めないんだよね。みんなはどこがいいと思う？来週のフィールド。アンパイは変わらずラピスラズリだと思うんだけど、まあラピスで海流の星3寝顔探しもありではあるよね。もうあんまりねラピスいかなそうなのであれば今ここでもう取り切っておきたいという気持ちはあるな。いやでもこれやっぱりラピスかゴールドだろうな。そのウノハナとかトープは200万エナジーぐらいあればまあざっくりさらえるっちゃさらえると、まあ最終抽選枠になってるかどうかっていう大きな話があったりはするんだけど、一応稼ぐのがそこまで大変な部類ではないから、プラスね今週っていうか来週は大きいカビゴンが出てきてくれるところまで考えると、エナジーをしっかり稼がなきゃいけないラピスかゴールドでネガオハントだねがいいんじゃないかなっていう気が今はすごくしている。明日ね思いっきり違うフィールド行ってるかもしれないんだけど、でサブアカに関しては普段はゴールドの方が得意なんだよね。でラピスがあんまり得意じゃなくて、ハガネールとかジュペッタとかライチュウとかはいるんだけど、ラピスを攻略できるポケモンがエーフィーぐらいしかいないみたいな感じだから、逆に今ラピスを取り切りたいみたいな気持ちがあるんだよね。なのでサブアカは多分ラピス行きます。で、メイン赤なんだよな。ゴールド行きたいんだけどさ、めっちゃ行きたいんだけど、来週メインアカウントサラダを狙ってるんだけど、負けん気サラダのレベルが28とかなんだよね。もうね、今現時点では若草サラダよりエナジー稼げなくてさ、だから多分ね、来週は今週よりエナジーを稼げない恐れが大いにある。大いにあるとなると、どうしようね。まあ、お腹の上で狙いなのであれば、まあ、240万エナジーとか270万エナジーとか多分それぐらいあれば、クワガノンとかボスゴドラも来てくれるっぽいから、まあ、やれないことはなさそうなんだけど、そんな感じかな。まあ、ちょっとね、メインアカウントは最後まで悩もうかなと思います。ちょっとラピスとゴールドのまだ埋めてないネガを、ちらほらね、見比べてから答え出そうかなと思います、今日中に。そんな感じだね。意外とまだまだ考えたいことありましたね。イベント1週間終わるけれども。まあ一応ね、クレセリアの星3ネガを見ることは成功したので。はい、したので。まあ他のポケモンのネガをもこのタイミングにね、埋められるだけ埋められたらなというところでありますので、来週も徳を積んで、毎日しっかり寝ていきたいなと思います。そんなわけで来週も楽しんで参りましょう。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッド、そしてチャンネル登録していただけますと動画制作の励みになります。投稿時間遅くなっちゃってすみません。それではね、作戦もろもろ整理しまして、イベント2週目、バチコリ遊び尽くしていきましょう。来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。みんな上振れろー。